アマガエルをキャプチャーしたみたいね。アマガエルはアジアで広く見られる緑色のカエルよ。樹状性で基本的に低木や草むらで生活しているわ。生け捕りにしたければ麻酔銃を使って投げつけたら敵を驚かせるくらいはできると思う。ただアマガエルといってもそこにいるのは普通のアマガエルよりかなり大きいの。栄養がいいのか？いい方に考える人ね。まあ確かにそういう説もあるみたいだけど、核実験や赤景局からの廃棄物の影響じゃないかっていう考え方もあるらしいの。そんなもの食べられるのか？やっぱりそっち。他に何かあるか？あるわよ。例えば？そもそもカエルが巨大化したのはなぜなのか。得意な環境が生んだ一時的な現象か、それとも恒久的な進化の産物か、あるいは赤景局からの廃棄物のせいなのか。もしも廃棄物が原因だとすれば、それは人間による生態系への介入に他ならないわけで、人間と自然環境との関わり方を。おお、興味ないな。でしょうね。で、どうなんだ？食べられるか？ああ。そうね。多分大丈夫だと思うけど。多分？わからないのよ。資料に載ってないんだもの。使えない資料だ。じゃああなたが試して資料の充実に力を貸してちょうだい。アナウサギをキャプチャーしたのね。アナウサギはもともと地中海沿岸が原産と言われているけど、今では世界中で見られるわ。昔から食用として知られてきたし、キャプチャーするにはいいんじゃないかしら。ウサギといえば自分の糞を食べることが知られているわね。自分の糞を？ええ、盲腸糞って言って食べた繊維質を盲腸で発酵させてビタミンなどの栄養を多く含んだものに変えるのよ。それを排泄してからもう一度食べて栄養を摂取するわけね。それはお得だな。俺もやってみようか。スネーク！人間とウサギじゃ体の仕組みが。冗談だ。本当に食うと思ったのか？ちょっとだけ。いくら俺でもそんなことはしないさ。そうよね。ああ。で、その盲腸糞はうまいのか？冗談だ。マーコールをキャプチャーしたのね。マーコールは山岳地帯に住む野生のヤギの一種よ。体が大きいから麻酔銃でも生け捕りにはできないと思うわ。わかった。ところでマーコールの語源知ってる？いや。ペルシア語で蛇を食べるものっていう意味らしいわよ。スネークイーターか。食べにくくなった？いや、全く。で、味はどうなんだ？結構美味しいらしいけど。そうか。スネーク、バーチャスミッションとは違って今回は夜間の作戦よ。前回の作戦では見られなかった夜行性動物も活動しているわ。中にはキングコブラのような毒を持った生物もいるから気をつけて。毒のある生物に噛まれたら毒が回ってライフがどんどん減っていくわよ。そうなったらすぐにサバイバルビュアーのキュアで血清を注射していいわね。スネーク、その辺りにはガラバっていう果実がなるわよ。ガラバ？そう。その地方特有の果実で東南アジアでよく見られるジャックフルーツっていう果物の一種よ。ジャックフルーツか。また共食いね。何も言ってない。いや、今何か。相性が良さそうって言ったの。そうか。ガラバはロシア語で頭って意味よ。果実が人の頭くらいの大きさになるところからそう呼ばれてるんでしょうね。独特の甘みがあって美味しいらしいわ。果実自体が大きいから食べがいもあるわよ。ガラバは木の幹に直接なるの。スタミナが減ってきたら木の幹を探してみるといいでしょうね。動物は麻酔銃やネズミ捕りなどでキャプチャーすれば生け捕りにすることができるわ。生け捕りにした動物はサバイバルビュアーのバックパックで武器として身につけることができるの。身につけた動物を装備してエイムボタンで構えたら攻撃ボタンで投げることができるわよ。毒を持つ動物を投げつければそれで敵を倒せるかもしれないわね。毒のない鳥やカエルでも敵の注意をそらすのには使えるはずよ。それにあなた好みの話をすれば生け捕りにした動物は腐らないし食べた時にも美味しいらしいわ。ただし生け捕り用のカゴは3つしかないってことは忘れないでね。サバイバルナイフを装備しているな。ああ、
これ一本あれば最低限野外でのサバイバルは切り抜けられる。俺の作ったナイフは持っていかなかったのか？グリップの中にマッチや釣り針や糸なんかが入れられる優れもんだぞ。悪いがその手のものは実戦では役に立たない。そうなのか？ああ。グリップの中が空洞になっているということは、ブレードを固定するためのスペースが小さくなるということだ。だからブレードとグリップの結合部も弱くなる。つまり壊れやすくなるんだ。なるほど。確かにあんたのナイフならいくら振り回しても折れる心配はなさそうだ。大事なのは耐久性か。いや、勉強になったよ。マッチや釣り針は鞘の方へ入れるように改造しよう。グレネードを使うつもりか。そいつは RGD-5、ソ連製の爆風破片手榴弾だ。本体は鉄板製の2つの弾核からなっていて、それぞれの弾核は内部の断片ライナーの働きで爆発時に300以上の断片に分散する。加害範囲内の敵に大きなダメージを与えられるはずだ。セーフティーピンリングが M26 とは反対側についているから、セーフティーレバーは指で押さえるように握ってくれ。投げると同時にセーフティーが外れ、約3秒後に爆発する。ということは、持ったまま構えていても爆発しないのか？当たり前だろう。そうか。エイムボタンで構えた後に攻撃ボタンを押して離せば投げることができる。この時、攻撃ボタンを押す時間の長さで投擲距離が変わるってことを覚えておいてくれ。近くに落としたい時は短く、遠くに投げたい時は長く押し続けるようにするんだ。主観で投げればよりコントロールしやすいだろう。うまく使いこなしてくれ。湿った土の上を歩くと足跡が。答えろ。俺たちを倒してずっと放っておくと、胸の無線機を壊されると無線連絡が。夜は毒を持った動物が。答えろ。南には底なし沼が。答えろ。無線兵が倒されると無線連絡が。吊り橋の下は張り付いて進める。指向性マイクを持っているみたいだな。指向性マイクは見ての通りの集音マイクだ。エイムボタンで構えるとマイクを向けている方向の音を捉えることができる。指向性マイクを使えば通常では聞き取れないかすかな音や遠くの敵兵の足音なども捉えることができるだろう。森の向こうに敵がいるかどうか確かめたい時なんかには有効なはずだ。うまく使ってくれ。あんた変わったグレネードを手に入れたみたいだな。グレネードには破片で敵を殺傷する破片手榴弾と爆発の衝撃で敵を攻撃する高性手榴弾がある。だがあんたの持っている手榴弾はそのどちらでもない。どうやら敵を傷つけずに気絶させるグレネードのようだ。おそらくグロズニーグラードで独自に開発された新兵器だろう。SAS が主に訓練用として殺傷力の低いグレネードを研究してるってのは聞いたことがあるが、それを実戦用に発展させるとはね。爆発時に出る光は多分マグネシウムだ。カメラのフラッシュに使うあれだよ。殺傷力を抑えるために策略を減らした分、閃光と音で五感を麻痺させる威力を補おうとしているんだろうな。差し詰めスタングレネードってところだ。スタンされるなら女の方がいい。そう言うなって。爆発させれば周囲の敵を一気に気絶させることができるはずだ。部屋へ突入するときや敵を殺したくないときなんかには役立つと思うぜ。廃工場に到着したようだな。ああ。これからアダムと接触する。頼んだ。で、彼はどこにいるんだ？詳細な接触地点は伝えられていない。接触時刻は？指定はない。人相は？不明だ。それでどうやって見つけろって言うんだ？その必要はない。え？向こうが君を見つけるそうだ。ソコロフがいた北東の部屋へ行ってみてはどうだ？アダムがいるかもしれんぞ。変わったグレネードを持ってるな。そいつはどうやら空気中に多量の金属箔をばらまいて電波妨害を仕掛ける対電子機器兵器のようだ。差し詰めチャフグレネードってところだな。
チャフグレネードを使えばしばらくの間敵の無線や電子機器の動作を妨害することができるはずだ。だがチャフが効いてる間はあんたの胴体探知機やアクティブソナーも使えなくなるから、そこは気をつけてくれ。